こんにちは、稲崎みっくです。今回はですね、LINE スタンプ、iPad でもいろんなお絵描き系のアプリ、IBIS Paint とか Procreate とかね、そういうのを使って、作ることができるのは皆さんご存知だと思うんですけども、ついね、先日、何気なしにね、自分の LINE を開くと、LINE の公式からね、定期的にね、メッセージで来ると思うんですけども、アニメーション LINE スタンプが、スタンプメーカーっていうね、アプリを使って、ついに作れるようになったという、そういう内容だったんですね。iPad を今までね、使用してきたキャリアの中で一番ビッグなニュースかなというふうに個人的にはね、思っていて、もともと僕これ iPad で何かクリエイティブなことを始めようって思ったきっかけがね、まさに LINE スタンプだったので、そこから LINE スタンプを自分で作るようになったり、人に LINE スタンプの作り方を教えてあげたり、他の人のね、LINE スタンプを作ってあげたりっていうのね、なりわいにね、して活動してきたんですけども、なので、今回はですね、このスタンプメーカーを使って、そしてもちろん自分のね、アニメーションにするためのプロクリエイトで今回はね、作っていこうと思います。今回のお品書きはこんな感じですね。ステップ1は、なんといってもプロクリエイトでまずアニメーションを作ろうというところですね。そしてステップ2は書き出したそのデータをどのようにスタンプメーカーで登録していくのかっていうね、流れで解説を進めていきたいと思います。そして最後にはお知らせもありますので、ぜひ最後までね、動画をご視聴いただければと思います。はい。それでは早速解説を進めていきましょう。はい。それではですね、今回プロクリエイトを使ってアニメーションの LINE スタンプを制作し、それを申請する方法まで解説していきたいと思います。で、プロクリエイト上ではこうやってね、アニメーションを作ることができるんですね。これもうすでに完成しているものなんですけど、こんな感じ。でね、アニメーションを作る機能で、作成したものっていうのをそのまま LINE 運営局にね、登録するということがようやくできるようになったというような感じなんですね。まずはじめにやはりプロクリエイトでどのようにアニメーションを作るのかって話ですね。ここはね、長くちょっとなりすぎないように要点だけをかいつまんで説明していこうと思います。サイズはね、もうどんなサイズでもいいです。後からどうせね、調整できるんで、今回僕はよくスクエアのサイズを使うので、スクエアのキャンバスで作ろうと思います。通常のこのお絵描きモードだと、こんな感じですよね。レイヤーもレイヤー1っていう風になってるみたいな感じなんですけど、ここにですね、まずアクションのマーク、左上にある工具のマークですね。ここをタップして、そしてキャンバスという項目。これに切り替えます。で、キャンバスに切り替えたら、アニメーションアシストっていうね、項目が見つかると思いますので、これをタップすることで、プロクリエイトのね、編集画面でアニメーションの編集ができる専用のメニューというのが下の方にね、表示されるようになります。で、ここで、丸書いて、ちょんちょんのキャラクターをちょっと作りたいと思います。こんな感じで。すると今ここのアニメーション用のメニューのところのちっちゃいコマのところですね、これ1コマ目っていう扱いなんですけども、ここにもちゃんと縮図となって自分が描いたイラストがね、表示されるようになってると思います。アニメーションのこのね、メニューの正体って何なのかというと、このパラパラ漫画のコマ数をここに表示してくれてるんですね。つまりこれ1枚目1コマ目ですね。で、パラパラ漫画ってね、素早くね、ページをめくっていくことで動いてるように見えるっていう風にね、教科書の隅っことかに学生時代に落書きして作ったことがある人も多いとは思うんですけども、棒人間とかでね、あれと全く同じ原理でプロクリエイトのアニメーションの機能でも作っていけるようになっています。で、今1コマ目1枚目ですね、パラパラ漫画のは表示されてるんですけど、じゃあ2枚目3枚目ってどういう風に追加していけばいいのかというと、これはもうレイヤーです。レイヤーのメニューで新規でレイヤーを追加すると、レイヤー2番が表示されました。実はこれが2コマ目になるわけですね。で、3番追加したら3コマっていう風に、レイヤーの数だけ枚数が増えていくというような仕組みになっております。でですね、はい、ここでじゃあこの今描いたキャラクターをなんか回したいな、回転させるような動きにしようかなって思った時に、今新規でレイヤー2、3っていう風に表示させたので、また新しく書く必要が出てきちゃうと。新しく出しちゃったらね、こうやってで、その時に今ちょっとうっすらとね、絵が残っていることに気づきますよね。で、これっていうのは
ちょっとややこしいんで1個戻しますね。はい。オニオンスキンという機能で、1コマ前もしくは1コマ先で自分が描いた線というのがうっすらと見えるような設定にしておくことで、これを頼りにどれぐらい動かせばいいのかなみたいなっていう目星がつくわけですね。これと大体同じような大きさにしたいっていう場合はこれをなぞればいいというような感じなので、はい。というような感じでこのアニメーションを作る上でこのオニオンスキンというのは非常に役に立ちます。ですが今例えばレイヤー3番3コマ目ですね、書こうと思ったら2と1で書いたものもこのオニオンスキンによって表示されてきて、うっすらとしているんだけどもなんかごちゃごちゃしてきて書きにくいなっていうふうに思ってくるわけですよね。ということで、僕がおすすめのこのオニオンスキンの設定というのをちょっとお伝えしますので、皆さんの方でもここをちょっと触ってみてください。アニメーションのメニューの設定のところタップしたら、ここのねフレーム、オニオンスキンのフレーム、オニオンスキンの不透明度というところがあって、まずオニオンスキンのフレームは最大になっているんですけど、これ1、0かなしか1、なしか1ですねがおすすめです。もうなしでとにかく今書いているものに集中したいのか、もしくはさっき書いたものを頼りに書きたいのかみたいなっていう、僕はですけども1となしを結構行き来するような感じで書いてます。であとオニオンスキンの不透明度 60% がデフォルトになっている、ちょっと濃すぎるな、主張激しすぎるなっていう場合はこれ左の方にずっと下げていけばもう少し薄くっていう風に調整することができます。だいたい 30% ぐらいでいいんじゃないかなっていう風に思ってます。ということでオニオンスキンのフレーム1でオニオンスキンの不透明度30ぐらいが、僕もしょっちゅうねプロクリエイトでアニメーション作りますけども、ここに落ち着いてるというような感じです。でフレームレート、これはね1秒間の間に差し替わるパラパラ漫画の枚数ってことですね。15っていう風に設定しているということは1秒間の間に15枚のイラストが差し替わってそれが動いているように見えますよという設定になるわけですね。フレームレートという風にも言いますけども、でね15ってねまあまあ早いです。で LINE スタンプとして登録する上では10ぐらいで最初はちょうどいいんじゃないかなと思っているので、10でまずはアニメーション作り慣れるように挑戦してください。でこの数値が増えれば増えるほどもちろんさっき言った通り1秒間の間に差し替わる画像の枚数も増えるってことなので、それだけ多くたくさんイラストを描くという必要が出てきますよね。なのでこの数値が上がれば上がるほど作業量が大変になるよということも覚えておいてください。最初初めてチャレンジする人はこの設定でいいかな。10よりも8とかでもいいです。もう正直今10にしておきますけどね、はい。ではこの設定ができてなんかこうちょっと書きやすくなったなっていうことでこれを見ながら書いていくことができるんですが、1から書くのって正直めんどくさいよねって話。さっきの123って言ってねオニオンスキンのフレームとかオニオンスキンの、不透明度とかも調整したくせになんかちゃぶ台返しするようなことを言って申し訳ないんですけども、はい。そもそも1からね書くのめんどくさいよねっていう人のためにですね、これせっかく iPad というデジタル文明の利器を使っているのであればですね、はい、1から書く必要はありません。最初の1枚はねもちろん書いてくださいなんですけども、これを新規でレイヤー追加するのじゃなくてレイヤー1を左にスワイプして複製というのを押すことでこれで2コマ目が作成できるんですね。レイヤー1と全く同じもので。ってことはもう書く必要ないですよね。でさっき回したい、くるくる回転してるようなアニメーションにしたいって言ったので、じゃあこれで移動変形モードの矢印を押して、で上に伸びてるアンテナのところをビーッとこうずらす。で確定。でまたこれを複製して、でまた矢印のマークでピーッと、はい。これ繰り返すだけ。はい。ピー、はい。はい。ピーッと。はい。ピーッと。さあ、これで今、1、2、3、4、5、6。6枚ですね。6コマ表示されましたが、再生というところを押すと、こんな感じで回ってるように見えますよね。もうこれだけでいいんですよね、実は。めっちゃ簡単です。どんな動きかにねこだわればこだわるほどもちろん細部の動きとか表現がね難しくなっていくんですけども、こんなちょっと簡単な顔のキャラをぐるぐる回すみたいなっていうようなレベルであれば、めちゃくちゃ簡単ですよね。なんでこういう風に複製してちょっとずつ変えていくっていうのがおすすめです。でちなみになんですけども
じゃあこれでもうラインスタンプ完成でいいのかって言われると、はい、実はアニメーションスタンプというのは背景のこのキャンバスの白が見えていたらダメなんですよ。アニメーションラインスタンプのデータを入稿する際には必ず背景というのは透過状態じゃないといけない、透明な状態ですね。なのでレイヤーのメニューを開いた時に背景色っていうところですね、このチェックボックスチェック外しておく必要があります。これじゃないとまず入稿ができません。弾かれちゃいます。なので必ず背景を透過にしてほしいんですけども、ここで透過した時に気づくことがありますよね。このキャラクターの色がないせいでキャラクターのこの皮膚って言っていいのか分かんないですけど、顔の中の色、口の中の色とか透明なんですね。なのでもちろんこれでスタンプ登録しちゃうと中透明なままで登録されてしまいます。もちろんね、おそらくこの状態だとね NG になる可能性はありますね。ちゃんとこのキャラクターの中塗りつぶせてないですよみたいなっていう理由でリジェクトになる可能性があるので、はい、ちゃんと塗ってください。色も。で、この時のポイントですね。色を塗る時って、僕の過去のプロクリエイトの基本的なね、操作の解説動画でも説明していると思うんですけども、色は色を塗るように新規でレイヤーを追加するという話。万が一ね、この辺の操作がわからない人は、ちょっと今回のテーマから逸れていきそうな気がするので、もしここの操作がいまいちよくわかってないって方は、過去のプロクリエイトの基本の色の塗りつぶし方っていう動画をね見てからちょっとこの動画に戻ってきていただきたいんですけども、で色塗り用のレイヤーを使って線画で描いたレイヤーよりも下に配置してで色を塗るっていう方法ですよね。ところが色を塗る用のレイヤーを追加するとこれアニメーションのメニューの機能が働いてですね、今レイヤー7になってますけども、これ色を塗るレイヤーがもう1コマという扱いになっちゃってるんですよ。で線画のレイヤーが2コマ目みたいな扱いになっちゃってて、これレイヤーを増やすとそれぞれ1コマ1コマバラバラの状態になるという風な問題が生じてしまいます。なので色を塗りたい時というのは必ず今この線画のキャラクターに対して色を塗るので、これとこれ複数選択してグループ化というのをしておくのがおすすめです。これとこれの複数選択の方法は1個レイヤーを選択した後にもう片方をペンで右にスワイプするとこれで複数選択状態になります。どちらもね色がついている状態です。これが確認できたらグループというのを押すと、はい、一塊のね新規グループというものがレイヤーのメニュー上に表示される。でこれでグループ化さえしてしまえばこのグループが1コマという扱いになります。グループの中に何個レイヤーが入っていたとしてもこのグループの塊で1コマという扱いになります。ここすごい大事です。はい、なので色を塗るときっていうのは必ずグループ化する。でこの中に色を塗っちゃおうと思いますが、こんな感じで色が塗れるわけですね。で単なるちょっとニコニコキャラみたいなよりも少しちょっとはい、ちょっとこんな感じで、ね、作り込んでみました。はい、レイヤーはそのまま2つしか使っておりません。という感じで色を塗っていただきたいんですね。でここでじゃあ次の2コマ目もそういう風にしよっかなって思うんですけど、めんどくさいですよね。やっぱりまた色塗り用のレイヤーを追加して、そして複数選択してグループ化でここに色を塗る、めんどくさいですよね。はい、ということで実はですね、もうこうやって最初に作ったこのキャラクターが固定でもうこれをぐるぐる回すだけなのであれば、はい、もう一番最初のところの発想から間違ってます。はい、はい、先にもう黒い線の絵と色を塗るグループ化しておくという作業は完了させた上でグループごと複製、そしてこのグループごと矢印のマークで回転させていくことができます。一個一個ねできることが増えればまたさらにもう一つの問題が起こってくるということで、これ色を塗っちゃったせいでさっきのオニオンスキンがもう全く見えないよねっていう問題が次に出てきますよね。これはですね、色を塗ったものに関してはさっきのアニメーションの設定のメニューのところにあるメインフレームをブレンドっていう機能ですね。ここのスイッチをオンにします。ここのスイッチをオンにしただけだとちょっと分かりにくいので、さっきの不透明度30まで下げましたけど、少し右にまた60% ぐらいまで戻してみましょう。はい、するとうっすらとさっきの1コマ目のイラストが見えるように
なっていることが確認できると思います。ということで、このメインフレームをブレンドですね、色を塗ったものをね、オニオンスキンで確認しながら少しずつ動かしていきたいという場合は、メインフレームをブレンドというスイッチをオンにしておくことが必要になります。さあ、これでもうあとはさっきと同じですね。はい、複製して、これでね、オニオンスキンを確認しながらどれぐらい動かしたのかっていうのがなんとなくわかりますよね。はい、少しずつ回していきます。はい。折り返し地点ですね。はい。はい。はい。これでまたできました。1、2、3、4、5、6、7。さっき6でしたけど、今7ですね。で、これで再生ボタンを押してみると、こんな感じで。色がちゃんとついたものとして、アニメーションでね、回っているような感じの動きを作ることができます。で、この後にね、なんかこう、回っている効果線みたいなのってよく使われますよね。なんかこういうのとか足してもいいと思います。こんな感じですね。こんな効果線を入れることで回転している感を際立たせるような効果が出ますよね。という感じでございます。これがもう必要最低限アニメーションラインスタンプを作る上で使う機能と操作の手順になります。まずはこれができるかどうかっていうところがもう前提条件になりますので、ここをまずしっかりとねできるようにしてください。では次のステップはですね、いよいよここで完成したアニメーションをですね、スタンプとして登録する手順っていうのを解説します。はい、今回使用するアプリはこちら LINE スタンプメーカーです。LINE の公式が一応作ったアプリなんですけど、ちょっとなんかオフィシャル感があんまり感じられないようなねアイコンだなっていうふうには思ってるんですけども、これで作ることができます。ちなみにこれスマホ仕様になってて、そのままね iPad で開くとこんな感じで iPad 横に置いた場合にもう中央に寄った縦長の画面になってしまいます。でも一応ね触れることは触れますので問題はないです。でこのままだと、見栄え的にもあれなのでプロクリエイトの画面に対して、こんな感じで iPad の画面上にスプリットビューまたはスライドオーバーにて2つの、アプリを1つの画面に出すようにしておきます。この方がね両方触れて便利なので、でスタンプメーカーの方は自分のね LINE のアカウントでまずログインする必要がありますので、ログインはしておいてください。そしてですね、今自分が作ったこのアニメーションですね、これを今スタンプメーカーの方に登録してみようと思うんですけども、このままだと何も登録はできないので、今作ったこのアニメーションを書き出す必要があるんですね。で書き出すときは左上のアクションのメニューで共有に切り替えて、でファイル形式を選ぶ画面のところで、これアニメーションだからどうしてもこのアニメーションGIFとかでね、アニメーションピングとかで書き出してしまいがちなんですけど、そしてアニメーションラインスタンプというのはアニメーションピング形式というふうに指定されているので、これで書き出してしまいそうになるのですが、今回書き出すのはこちらです。ピングファイル。もう必ずこれで書き出してください。これ使えません。アニメーションピング使えません。ってことで、これピングファイルってなってますが、シークエンスという風にも呼ばれたりしています。要はこのアニメーションで作った画像一枚一枚を、それぞれの画像をバラバラで書き出しますという機能です。なのでこれを押すと、書き出しが完了します。でそのまま7枚の画像を保存という風に押しておきます。これで iPad の通称アルバム、写真のアプリですねに保存されることになるので、ここからスタンプメーカーの方ですね。アニメーションスタンプ、これがね新規で使えるようになってます。まだね2025年の2月にリリースされたばっかりなので New の N のマークがついたままですね。これを押すと自分の iPad のアルバムが開かれます。で見てみるとね、ちゃんとさっき書き出した7枚がそれぞれアルバムの中にね書き出されていることが確認できます。でここでアニメーションにしたい画像を選ぶだけなんですよね、実は。でこれ順番通りに書き出されてるかどうかですね。ちゃんと書き出されてますね。
正面からスタート。これが一番1枚目、2枚目、3枚目、4枚目のはずなんですけど、1枚目が正面ではなかったですね。この辺ちょっと多少バラバラに書き出されているところが、ちゃんとね、順番通り書き出してほしいなっていうところがあるんですけど、後からね、並べ替えできるので、今はもうこうやって、ちょんと下から順番に選択していきます。はい、7枚選択が終わったら次へを押すと。そしたらね、こんな感じでシミュレーションでこんな感じで動きますよっていう風に表示されるわけですね。で、ここからがポイントです。今これね、このスタンプメーカーが用意してくれている枠よりもはみ出ちゃってることに気づきますかね。このキャラクター自体は収まってるんですけど、効果線を引いたものとかがこの辺りでちょっと見切れちゃってる部分が出てくると。今丸っこいキャラだから、結構収まっている方なんですけども、だいぶ見切れることがあります。でこの見切れるのを調整するために一つコマをまず選択したらですね、下に全て選択っていう項目が選べるようになっているので、これを押してください。すると今7コマ全部が選択された状態になって、そのまま2本の指でシューッとこう縮めていくことができるんですね。これ全部一気に縮小したので、要は一個一個縮小しなくて済むってことなんですよ。仮にこれ一個一個縮小しないといけないってなったら、大きさもね微妙にこう変わっちゃったりするんですね。フリーハンドでこう縮小拡大変えてるので、数値でね変えることができたらぴったりになるかもしれないんですけど、なので必ず1個選択したら全て選択ってしてフリーハンドで縮小で、このちゃんと枠内に収まるように微調整してください。でこれができたら次に速さですね。さっきプロクリエイトで作ったものよりかはかなり遅く感じますよね。なぜならこれ最初の設定で2秒ってなってるんですね。左端のこのストップウォッチみたいなマーク、これ2秒2ってなってるので、これ2秒です。2秒間かけてこのアニメーションを動かしますよという設定なんですね。なのでこれだと遅いので、このストップウォッチマークのところをタップすると1234っていう風に選べるようになってます。これは秒数なので、これを1秒に変更するとこんな感じで滑らかに動くようになりますね。という感じでね、ここの秒数を触れるというのが本当に奇跡的に嬉しいです。もうここが合わせれなかったから、これまでプロクリエイトでアニメーション作っても LINE スタンプとして登録できてなかったんですけど、もうここがクリアできたらもうね、何でも作れますよ。プロクリエイトで書いたアニメーションは何でも登録できます。では続いてですね、はい、秒数1秒に合わせたら今度は点々点のマークを押します。はい、ループ再生の設定なんですけど、これね1から7までいったらここでもうアニメーションを終わりにするという設定もできます。ループのところのスイッチをオフにすると、これね一周したらもうここでアニメーションストップして終わりっていうスタンプになるわけですね。このループ再生をオフにしちゃうと。これループ再生をオンにするとちゃんとね自分の LINE でスタンプを使う時にもずっとこうぐるぐる回転したままのスタンプとして使用することができます。場合によってはね繰り返さなくていいものとかもね出てきます。そしてもう一個画質についてなんですけども、これ高画質でもし設定できるのであれば高画質にしておいてください。一応ねこのアニメーションスタンプのファイルサイズの上限というのが 1MB までって決められてるんで、これを高画質にすることで 1MB をもし超える場合は高画質に設定できなくなっちゃうと思うんですけども、これが選べるのであれば高画質にしておくのがいいです。実はもうこれだけです。あとは右上のこの上矢印のマークですね。これを押すとはい、こんな感じで完成イメージこんな感じですよっていうのがねシミュレートとして表示されるようになります。なんとなくイメージができた場合は保存を押す。スタンプを保存しますかという確認画面でさらに保存を押す。これで終わりです。お疲れ様って出ましたが、一連の流れとしてはここまでですが、アニメーションスタンプというのは1個だけでは登録できないんですね。最低でもね8個必要になります。1つのパッケージの中で作成できるスタンプは16個ってなってますね。あとはプロクリエイトでこの回転するバージョン、あとはなんか瞬きするウインクするバージョンとかね、8種類のアニメーションというのを作って全く同じ作業でここに登録していく。2個目はまたここのプラスをしてっていう風な感じで登録していきます。であとはここのタイトルとかね説明文、ここはもうこの作品のタイトルですよね。はい。で説明文のところにも
この作品を作った思いとかね、経緯とか、なんかそういうものをね、書き込んでください。はい。で、例えば8個これで完成しましたっていう場合ですね。はい。その後のステップとしては、8個ね、登録した瞬間にこんな画面が出てくるようになります。スタンプの申請が可能になりました。で、販売申請っていうのを押します。で、今8個しか作ってないので、8スタンプですね。これを選択。どれにしますかってことなんですけど、もう8個申請で8個しか作ってないので、もうこうです。選んで次へを押す。で、今度メイン画像を選択っていう風に出ます。これは LINE スタンプをね、皆さん購入したことってあるとは思うんですけども、その時に出てくる表紙、メインの画像、パッケージの画像ですね。どれにしますかっていうのが選べるようになります。8個作ってるので 8個の中で1つ選ぶっていう感じですね。で、その次に販売情報を入力していく画面に切り替わります。タイトル説明文はもうさっきのところで入力したので飛ばします。写真または動画を使用しているっていうのは、これね、本来このスタンプメーカーってあなたのアルバムの写真とかからアニメーション作れますよっていう風にね、写真で作ることが結構前提で、そういう風にプロモーションされてたので、まず写真または動画を使用していないので、していないですね。イラストを使っているのでしていないに切り替えておいてください。続いて販売価格に関しては最低250円から最大で610円という風に設定できます。販売価格に関してなんですけど、この2つ下にある売上分配設定っていうのがあってですね、無料ダウンロード売上分配額なし、もしくは有料ダウンロード売上分配額あり。これ無料ダウンロード分配額なしにしておくと、自分が使用する分にはただ、もちろん自分以外の誰かが使う場合は購入しないといけないというのがこの設定です。ただし、この分配額なしっていうのはどういうことかというと、自分は無料で使えるんだけども、他の人が購入するので、じゃあ購入した分この250円自分のね、お財布にチャリンって入ってくるのかというと、分配額なしなので、他の人が購入して上がった売上金はあなたには渡しませんという設定なんですね。あなたが自分で作ったスタンプを無料で使える代わりに、他の人が買ったその売上金はあなたには渡しませんよっていう設定です。いや欲しいです。売上金欲しいですっていう場合は、こっち有料ダウンロード売上分配額ありにチェックを入れておく必要があります。つまりこれは自分が使う場合でも250円払わないといけない。その代わり他の人が購入した分に関してはお金が入ってきますよと。そういう設定です。ちなみに今250円で買ったら250円チャリンみたいなね話をしてましたが、厳密に言うとこの分配額っていうのはもちろん250円丸々自分の財布に入ってくるわけではありません。だいたい 3,40% ぐらいですね、自分の手元に入ってくるのは。これね、印税としてはめちゃくちゃ高いレートなんですけど、ただね、たかが知れてるというかね、単価が低い分たかが知れちゃってるみたいな感じにはなっちゃいます。はい。なので250円で売れたものであれば、だいたい100円ぐらい、250円で売れたらだいたい100円ぐらいが自分の手元に入ってくるみたいなイメージをしてもらえればいいかなと思います。って感じで、販売価格を設定して、売上分配額設定ですね。売上金が欲しいのかいらないのかみたいなところの設定ですね。で、間1個飛ばしましたが、LINE ストアのショップ非公開なのか公開なのかですね。これ自分が作ったスタンプをもう自分の身の回りや家族の中だけで使用したいみたいなっていう場合は、もう非公開でいいです。ショップに公開すると、もちろん全く誰も知らないような人もね、自分のこのスタンプを見つけることができて購入することもできます。ただ気をつけないといけないのは、これ非公開にしたからといって全く自分のスタンプが第三者にダウンロードできなくなるわけではないということは注意してください。スタンプ使用するときにね、そのスタンプをポンポンってタップしたら購入画面に一応ジャンプするような仕組みになってるはずです。今でも LINE ストアには非公開だけども、一応誰でも購入はできるという状態には変わりはないというような設定です。はい。で、続いて自動で販売を開始ですね。このまま一度 LINE の運営局の方にこんな内容で販売してもいいですかっていうふうにね、審査に申し込むような形になるんですけども、その審査の結果でもし OK が出たら、もう OK の通知をこっちに知らせることなく、もう自動的に販売を開始しますよっていう設定になっています。これめっちゃ便利なので、もうこのまま自動で販売を開始にしていて OK です。それよりもね、審査 OK だけ確認しておいて、いや、販売するタイミングはもっとこのキャンペーンのタイミングが2週間後ぐらいに控えてて、キャンペーン発表のタイミングでリリースしたいみたいなとかね、そういう風に
そのリリースするタイミングとかを調整したいっていう場合とかは、自動販売のところではなく、手動で販売を開始にチェックを入れておいてください。あとコピーライトっていうところはね、ここはもう署名みたいな感じですね。自分のアーティスト名みたいなとかを入れてもいいです。何も入れなかったらクリエイターコピーライトみたいなね、名前になってます。ここももちろん自分の名前とかにしてもいいです。はい、そして下の方ですね、販売エリアってなってます。選択したエリアのみってなってるのは、これね、197カ国で一応販売することができるんですね。で、あとはテイストカテゴリー、キャラクターカテゴリー。これはね、選ぶだけです。自分が作ったこのキャラクターがどのカテゴリーに当てはまるのかっていうのをもう選ぶだけ。ほんわか癒しの、これはもう動物でも人間でもないキャラなので、その他かな。はい。で、LINE スタンププレミアム参加するかしないかみたいな話ですね。これプレミアムっていうのは、月額料金払って有料のスタンプ使い放題みたいなプランに入ってる人向けに自分のスタンプも使っていいよっていう風にするのか、もしくはここでプレミアムに参加しないっていう場合は、その使い放題の中の LINE スタンプとしては登録されませんと。でスタンプアレンジっていうのも、今ね、LINE ではこのスタンプを一度に6つぐらい一気に送信したりみたいなっていうね、機能があったりするんですけども、その機能つけますかという項目です。これどっちでもいいですね。基本的に参加するでも何もデメリットがないというかね、はい、参加するのままでいいと思います。ここまでいったら次へ押して、はい、スタンプは購入が必要な状態ですよ。はい、あなたが自分で作ったものは自分で購入する必要がありますよ。途中で変更はできませんよ。っていうね、確認画面が出ます。で、OK を押す。そしたらもう最終画面ですね。プレビュー、こんな感じで販売されますっていう風に出てきて、でさらに次を押して、はい、ここで利用規約的なものですね。に、チェック、同意書みたいなもんですね。チェックって全てしたら、リクエストっていうところが押せるようになります。リクエストを押したら運営局の方に今自分が作ったスタンプの情報が送信されて、もし審査が下りたらそのまま LINE ストアの方に販売というような形になります。はい。というような形で、プロクリエイトでのアニメーションのざっくりとした作り方からスタンプの登録の方法までをね、ちょっと一気に解説してみました。最後にですね、もちろん僕もね、いよいよやっとプロクリエイトでねアニメーションスタンプを作ることができたなっていうことで、自分のねアイコンとして使っているキャラクターですねっていうのを早速アニメーションスタンプとして登録しました。今回動く稲造ギミックという風にね検索してもらえれば出てきます。ぜひね、僕のこの YouTube チャンネルの第1弾ファングッズとしてですねご購入いただければと思います。ラインナップとしては、8個ですね作ってます。こんな手を振る動きと倒れる動きとグッドの動きとおならをするアニメーション、にやりとするアニメーション、ブルブル震えるアニメーション、ちょっと変な顔をするアニメーション、あくびをするアニメーションって感じですね。今回のね、動画がためになったなっていう方はこの、LINE スタンプ購入でぜひ今後の YouTube の活動を応援していただけるとありがたいです。はい。ということで、今回の動画は以上になりますが、今回のテーマに関して何か聞きたいこと、質問があればコメント欄の方に書き込んでください。はい。それでは本日は以上となります。稲造ギミックの YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございました。数年前からですね、iPad Gym という iPad を日常的にもっと活用していきたいという方とか、iPad をもっとクリエイティブにね、使いこなしたいっていう方に向けのね、コミュニティというのを開始しておりまして、コミュニティ内で閲覧できる専用のサイトでは、300本以上のね、解説動画を用意していたり、またはね、メンバーの方の質問ベースで、不定期ではありますけども、定例会などをね、行って、講座を開いたり、勉強会をしたりってことを行っております。で、僕がね、iPadだけで仕事をしているからこそ、僕のように iPad で培ったスキルを何かしら仕事として活かしていきたいとかね、いう方にね、向けたアドバイスやサポート等も行っております。ぜひね、気になる方はですね、動画のね、概要欄の方を見てチェックしてみてください。ぜひ皆様のご参加お待ちしております。それでは引き続き YouTube チャンネルでの iPad 講座もね、チャンネル登録していただいて、次回の動画もご視聴ください。